はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。皆さんの家にはどんな保存食がありますか？缶詰やレトルトのパック、乾燥食品などいろいろあるかもしれません。今日は瓶詰めの保存食作ります。それでは早速やっていきましょう。ということで今日は瓶の保存食を作ります。以前豚肉を使いましたが今日は牛肉で作ります。保存食と一言に言っても様々な保存食が世の中には多くあります。冷蔵庫を開けてみると漬物、ジャム、発酵食品、戸棚の中には缶詰やレトルト食品、乾燥食品など多くの保存食があります。広辞苑で保存食と調べると塩蔵品や乾燥品などそのままの状態で一定期間腐敗しないようにした食品とのことです。これといった正確な定義はなく長期間保存ができるものは保存食と言えるようです。最近ではいざという時に備えて非常食や防災食、災害食、報道食、備蓄食など様々な言葉も生み出されていますね。今でこそ冷蔵庫や冷凍庫の設備などもあり新鮮な状態で食べ物を保存することが可能になりました。もともと保存食が生まれた背景にはその土地の気候や風土、季節などが関係していることが多いです。冷蔵庫などがない時代は長期にわたり食品の確保が困難なことがありました。そんな時代に食べ物を長期間保存する工夫として生み出されたのが現在にも残る様々な保存の技術です。まずはこのお肉に両面塩と胡椒を振ってなじませます。次に空の瓶の中にお肉を詰めます。なんか瓶の中にお肉を詰めると怪しいことをしている気分になりますね。次にブラックペッパー、ニンニク、玉ねぎ、トマト、ローレルを入れます。次に塩を加えます。タイム、パプリカパウダーを加えて蓋をします。色合いも綺麗で部屋の置物にできそうですね。次に瓶詰めしたお肉を鍋で3時間煮込んでいきます。鍋に水を入れて瓶が割れないように下に布巾を敷きます。水が多すぎると瓶が浮いちゃいますね。少し水を減らします。煮込み終わったので取り出します。お肉からの肉汁や野菜からの水分が出て美味しそうなスープができています。このまま冷やして冷蔵庫で保存することが可能です。蓋を開けなければ長期間の保存もできます。今日はせっかくなので出来たてを食べてみましょう。瓶から出すとこんな感じです。タイムとニンニク、ブラックペッパーのいい香りが漂います。お肉もホロホロ状態です。見るからに美味しそうですね。これで一品完成してます。今日はせっかくなのでこのお肉を使ってサンドイッチも作りましょう。まずはお肉を手でほぐします。次にフライパンでお肉を焼きます。お肉が焼けたら次はフライパンにバターを溶かして玉ねぎを炒めます。しんなりとしたら火から下ろします。次にグレイビーソースを作ります。オリーブオイル、バターを溶かします。小麦粉を加え全体を混ぜてとろみを出します。そこに肉から出た肉汁を加えます。少し水を加えます。塩、胡椒、醤油を加えて味を整えます。フライパンでパンを焼いてそこに肉、玉ねぎ、グレイビーソースをトッピングして完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はアベイデロック醸造所のアベイデロックを飲んでみます。モルトの旨味とカラメルのような甘み、クラフトコーラとかを飲んだ時に感じるスパイスの香り、生姜っぽさを感じますね。一口飲んだだけでも口の中に複雑な味わいが広がります。味わって飲みたい一本ですね。それではお肉いただきます。柔らかくて口の中でほぐれます。味も染みていて野菜の旨味を吸っています。これはデリシャスです。一度に作って冷蔵庫で保存しておくのも便利そうです。次はサンドイッチを食べてみます。肉から染み出した旨味たっぷりのスープで作るグレイビーソースは肉との相性悪いわけありません。ここにチーズとかトッピングしてチーズステーキ風にしてもいいかもしれませんね。マヨネーズとあえてサンドイッチの具材にしたりポテトサラダとかに混ぜてもいいかもしれません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。保存肉いかがでしたか？昔の人の知恵って本当に勉強になりますね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。